そしたらですね、まずシャリを取ってから、シャリを取る時間の方が必ずかかるんで、手の中で丸くまとめます。はい、そしたら左手でこのネタをつまんであげると。はい、でネタの置く位置って必ずさっき言った通り第二関節と付け根の部分、はい、ここに並ぶように置いてあります。はい、でネタの長さってだいたい8センチとか9センチなんですよね。はい、この8センチとか9センチのネタが両サイドに、はい、ちょうど自分とかだと、まあ、大体一般的な男性の手の幅だとここが大体8センチぐらいです。はい、それなんで、まあ、手大きい人ももちろんいるでしょうけど、はい、って形で両端がで中央がこの中指と薬指の、はい、第二関節と付け根の部分っていう形になると一番いいです。はい、そしたらここにわさびをつけて、はい、そしたらシャリを置きます。はい、シャリを置いたら上下を押さえて左手の親指で空気穴を開けます。はい、そしたら人差し指でこの穴の部分を押さえてこの人差し指を握ってあげると。はい、そしたら指を伸ばして、はい、中指で腹で指先の方に転がるんですね。そして中指でそのまま押さえて親指と中指でこんな感じで狐さんみたいな感じにします。はい、で、横を締めながら元の位置に戻してあげる。そしたら親指をネタの下に入れて人差し指を添えて中指を引っ掛けてで親指を締め込みます。でひっくり返してから親指と中指でここはポイントです。親指と中指で上から包み込んでいく。で左手の親指はネタがずれないようにここのちょうどシャリの角あたりですね、この辺に置いておきましょう。で上から親指と中指で包み込んできながらネタで引っ張り込むような感じで一番底の部分のシャリをキュッと締めます。だからこの時ってネタにまだ指くっついてるんですよね。そうすると、下がシャープな、はい、締められたシャリができますんで、はい、引っ込んで親指をまた下に入れて鳴らすですね。はい、この状態で出来上がりです。はい、もう一回いきますね。そしたらわさびを置いて真ん中にで上下を押さえて左手の親指で空気穴を開けます。そしたらこの人差し指で空気穴の部分を押さえて人差し指を握り込む。そしたら指を伸ばして中指で払います。そしたら中指と親指で横を締めながら元の位置に戻してあげる。はい、元の位置っていうのはこの第二関節と付け根の部分ですね。はい、常に寿司っていうのはこの部分にシャリがあってそこで完結します。そしたら親指を下に入れて鳴らします。はい、そしたら時計回しに回転させたら親指と中指で包み込んで底部分をキュッと締める。はい、そしたら筋を若干持ち上げると親指って勝手に下に下がるんで、はい、でもう一度鳴らしてあげると。はい、そしたら親指が両サイドに入りましたっていうことで、これ取ると分かるんですけども、はい、こんな形のシャリですね。はい、要は親指を入れましたでこちら側も親指入れましたっていう形になってるから地紙の型っていうんですけども扇形みたいな形に広がった状態が出来上がるんですね。はい、っていう状態になってれば一番ベストです。はい、でかつでここの上が綺麗に丸くなってますよね。はい、この丸くなってる状態っていうのがなおいいですね。はい、要はネタで丸くなって両サイドから垂れるっていう状況が出来上がりますんで、はい、まあ、ネタ乗っけるとこんな感じになります。はい、そうすると綺麗なお寿司が握りやすいというような状態ですね。そしたらシャリをこんな感じでこね回してると手がどうしても粘つきが出てきます。でシャリがよく手になんでくっついちゃうんですかっていう質問を受けることが多いんですけど、よく板前さんって体温が高いからだよっていう風な形で女性はなんだ基礎体温の変化があるから厨房に向かないとか言うんですけども、それって完全な誤りで、はい、自分は基本的に体温ってそこそこ高い方なんですけどあまり変わらずそのまま握ることができます。はい、これなんでかっていうと手図をつけてやっても基本的にはシャリをくっつけないための一つでしかないんですよね。はい、そしたらこの中でこね回します。はい、このこね回した時に米が壊れるんですよね。はい、やっぱこね回しすぎると手に粘りがどんどんついてきます。でこの粘りがついてこの粘りをほったらかしにしてまた手図をつけて次の一貫に行っちゃうと手にシャリがついちゃいます。なんでかっていうと粘ったところって何くっつけてもやっぱ手にくっついちゃいますよね。はい、それなんで手をしっかりと拭いてあげる。はい、
この布巾を使って手を拭くっていうところがすごく重要です。はい、そしたら手酢をつけて、はい、シャリを取ってネタを取ってから、はい、そしたら真ん中にわさびをつけて、でシャリを置きます。はい、シャリをつけたら上下を押さえて親指で押さえます。はい、で2手目で人差し指で、はい、でこの人差し指を握るところがポイントですね。はい、しっかりと握り込む。そうすることでこっちのネタがまとわりついてくれるんですよね。こうやって握り込んじゃダメです。この手首の方を指先の方に持ってきます。でこの人差し指を包み込むっていう風な形にしておくと、基本的にはこのネタがしっかりとまとわりついてくるんですね。そうすると指を伸ばして中指で転がすっていうことができるようになります。はい、中指と親指で横を締めながら元の位置に戻すと。はい、実際のところね、これでね、寿司の形ってね、ある程度出来上がってるんですよね。はい、だけどまだまだ綺麗な状態じゃないから、もうちょっと調整しましょうねっていうことで、さらに親指を入れて鳴らしてあげる。はい、こっちは締めたけどこっちが締めてないじゃないですか。それなんでひっくり返して横を締め込んでから、はい、で両サイドを締め込んで、それで親指をネタの下に入れてもう一回鳴らしてあげると、はい、いうふうな形にしてあげると綺麗な寿司の形が出来上がります。そしたらシャリを取ってからネタを取って、ネタを第二関節と、はい、付け根の部分に置いてからわさびを塗ってあげます。シャリを置いて上下を押さえて親指で、はい、でその後に人差し指を置いてからこの人差し指を握り込むと。で指を伸ばして中指で払います。はい、横を締めながら元の位置に戻してあげる。で親指を入れ込んで鳴らす。はい、これね、人差し指だけでいってもいいし2本の指でいく人もいます。自分なんかは本来は中指でかまします。はい、そしたら両サイドひっくり返してから親指でネタを押さえて親指と中指で包み込んで底部分をキュッと締める。そうするとね、シャリがねふわっと上に逃げるんですよね。はい、これが結構ポイントで、握りのここの丸くなるライン、これを作る時ってこの両サイドを締めるっていうところに、はい、両サイドを締めるとシャリってこの上下とてっぺんに逃げるんですよね。そうするとネタが壁になってここ一並びに綺麗なカーブを描いてくれるんですよ。はい、でね、横を締めてから最後にもう一度鳴らしてあげるというふうな工程を取ると綺麗なフォルムで、はい、かつ、はい、こちらの横もしっかりネタで締められてるから、上からシャリ見てもシャリが出てないっていうような状態が綺麗にできます。はい、で手酢をつけてからシャリをまとめて、でネタを取ってあげます。そしたらわさびをつけて、はい、シャリを置いて上下を押さえて左手の親指で、はい、空気穴を。でこの空気穴を開けとくことで、時間が経っても、硬くならない美味しいシャリ、あとは口の中でほどけやすいシャリが出来上がりますね。はい、そしたら人差し指を置いてこの人差し指を握り込むと、はい、あまりぐちゃっと握りすぎないようにしましょうね。はい、そしたら指を伸ばして中指で指先の方に払います。はい、そしたら両サイドを締めてから元の位置に戻してあげる。はい、親指を下に入れて鳴らす。はい、でひっくり返してから中指と親指で締め込んで、はい、ここ結構ポイントですね。はい、寿司を持ち上げると親指勝手に下に下がりますので、もう一度鳴らしてあげると、こういう感じですね。はい、水をつけてから、はい、シャリを取ってでネタを取ります。そしたら人差し指でわさびを置いてここに中央にシャリを、そしたら上下を押さえて左手の親指で空気穴を開けます。2手目でこの人差し指を押さえてこの人差し指を握り込む。で指を伸ばして3手目でひっくり返すですね。はい、で3手目でそのまま締めながら元の位置に戻します。そしたら親指を入れてこれで、4手目、はい、でひっくり返してから親指と中指で上から締め込んで側面を締め込んであげる。寿司を持ち上げて親指を入れてからもう一度鳴らしてあげると。そしたらこれで OK です。はい、そちらから見るんだったら正面から見る分にはこの状態が綺麗なんですね。はい、っていう状態にできてるわけです。はい、で指の形がここ若干つくんですけど、はい、置いたらすぐ鳴らされますんで、ちゃんと
シャリのあったかいシャリ使って、はい、握りたての寿司食う分には指の形がつこうがどうしようがあんまり変わりないですよね、はい、これが例えば時間を置いたものなんですけど、もう全然関係ない状態ですね、はい、とこれを取るとさっき言った地紙の型ですね。でネタでしっかり包まれてるから両サイドはしっかり包まれてるんですけど、で上側から取って見てもらいたいのが、はい、でこんな感じにカーブが綺麗になっていること、はい、で下がこういうふうに地紙の型ですね、はい、扇形みたいな形になっていること、はい、であとはそっち側から正面から見た時に、はい、ここが上側がしっかりと締め込まれている、はい、っていうふうな形になっていること、ここが重要です、はい、そしたら今の工程をひっくり返して取ったら、はい、わさびを置いて1、2、3、4、5、6、7、はい、という形で7手でこの寿司が出来上がります。はい、ただその手数に関してもどんどん減っていくもんなんですけども、はい、自分の握りスタイルだったら基本としては1、2、3で、はい、返さずにこれで決まります。これは握り方の一つなんですよね。その握り方についてはまた別の動画で説明したいと思います。